皆さんこんにちは。今私は成田空港に来ています。これからベトジェットエアに乗ってベトナムホーチミンへ行きたいと思います。結論から言ってしまうと、今回の旅は非常に快適だったんですけれども、良かった点、気をつけていただきたい点等がありますので、皆様とシェアしていきたいと思います。私は午前6時46分にですね、チェックインカウンターのこの長蛇の列に並びまして、チケットをいただけたのは午前7時21分ですので、約40分ほどかかりました。2点目はですね、チェックインカウンターに行きまして、パスポートと同時にですね、この航空会社予約番号というのを聞かれます。これで言うと12345桁6桁の番号はこのような形で携帯電話に画面コピーとかをしていただいて、カウンターの方にすぐ見せられるようにしておけばスムーズにチェックインできると思います。それから機内持ち込み手荷物なんですけれども 7kg までとなっています。このチェックインカウンターのところにですね、荷物を測るところがあると思うんですけれども、そこにバックパックを私の場合置いてですね、測ってもらうようにしました。そうすると赤いようなベトジェットっていうシールを貼ってもらうようになります。次がですね、荷物検査と入国検査の場所なんですけれども、南側は非常に混んでます。なぜかと言いますと、空港職員さんに聞いたんですけれども、朝は南側のですね、航空会社のチェックインカウンターが開いてて、そこから南側になだれ込むので人がたくさんいます。で、私は空港会社の職員さんに北のですね、出国検査場の方に連れてっていただいて、そちらに行ったらですね、待ち時間0分で誰もいない、誰もいないっていうのはちょっと変ですけども、もう1分もかからずですね、行けました。ベトジェット朝利用の方は南側でなく北側の検査場に行っていただいた方がいいと思います。途中ですね、真ん中に検査場があるんですけども、空港職員さんに聞いたら、これはビジネスクラスの方が通るところですっていうので、そこは私はビジネスクラスでないので通れないので、北の検査場から入ったっていう形ですね。そちらの方が早く入れます。今回私が乗車した飛行機の種別はですね、エコっていう一番安いやつですね。機内持ち込み手荷物 7kg っていうやつです。他にデラックスですね、これは機内持ち込み手荷物が 7kg と受託手荷物 20kg または 40kg って書いてあるんですけども、こういうようなものもありますね。あとスカイボスの赤いやつはスカイボスっていうのとビジネスもあります。こちらの4種類はですね、用途に合わせて選んでいただければいいと思います。今回私は一番安く行きたかったので、エコという一番安いやつを選びました。それから座席指定ができます。これは48時間前で早い者勝ちなんですけれども、48時間前になりましたらすぐにですね、私は35の A というですね、非常口座席を選びました。非常口座席ですので、足元はかなり伸ばせて快適でしたね。それがプラス1200円で予約できました。非常に良かったですよ。私の購入方法はちょっとベトジェットさんのサイトが大変だったんで、トリップドットコムさんというところから予約をしまして、でトリップドットコムさんが予約番号っていうのを、ベトジェットさんの予約番号っていうのを発見してくれますんで、その予約番号をベトジェットさんのホームページに打ち込んでですね、それで座席指定しました。ただ非常口座席は英語が話せないといけないみたいで、チェックインカウンターの方にですね、英語は話せますかと聞かれたので、ちょっとだけ話せるのでイエスというふうに答えたらですね、問題なく乗せていただけました。座席指定は思ったよりも高くないので、座席指定された方がいいかもしれませんね。でないともう長時間ですね、真ん中席の真ん中とか入るときついと思うので、それはちょっと厳しいかなって思いましたね。
はい、それからホーチミン到着後の入国検査なんですけれども、私が行った時はちょっと残念ながら長蛇の列でしたね。このような写真のような状態です。約40分ほど並びました。パスポートの他に搭乗券の提出も求められますので、パスポートと搭乗券の準備をお願いします。はい、こちらの画像はですね、もうホーチミンから成田に帰る時の画像なんですけれども、こちらはもうホーチミンの空港になりますね。バスで飛行機のところまで移動になります。はい、行きの飛行機は A330 という大きな飛行機だったんですけれども、帰りの私が選んだ飛行機は A の 321LR という中型機で、ちょっと小さい飛行機ですね。こちらの飛行機なんですけれども、一番最後列に3つトイレがあるので、最後列の方はあまり選ばない方がいいかもしれませんね。ということでですね、私は27の F というまた非常口座席を選びました。この飛行機はですね、非常口座席のところも見ていただきましたけれども、足元が邪魔になってなくて、足元すっきりで思いっきり足伸ばせましたので非常に良かったです。こちらも48時間前に指定してですね、1200円を払って乗ることができました。で、行きの便はですね A330 という大きい飛行機だったんで空席等はあったんですけれども、帰りの便は A321 でしたので、もうほぼこの写真、この動画見ていただくと分かりますようにもう満席ですね。ですから後ろ側はもうここがトイレ、後ろ側はもうトイレ3つありますんで、トイレ来る方が後ろにどんどん来ますので、それから流す音っていうのは変ですけども、そういう音も聞こえてきますんで、できれば真ん中から真ん中ぐらいが一番いいんじゃないですかねっていうふうに思います。ベトジェットを気をつけていただきたい4選はいかがだったでしょうか。33,050円でですね、東京ホーチミン往復というのは非常に格安で非常にいい航空会社だと私は思います。私の場合は往復非常口座席を指定しましたので、総額35,450円ですけれども、コスパは良すぎだと思いますね。いかがだったでしょうか。 CA さんもかなり感じが良くてですね、私はまた次回もベトジェットさんでベトナムホーチミンには行きたいと思います。このようなドラゴンにも似たですね、雲も見れて縁起もいいなぁなんて思いながら行きの飛行機はフライトしてました。それでは皆さんご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、いいね、コメントもお待ちしております。また次の動画でお会いしましょう。ご視聴いただきありがとうございました。